これで今麺3本分ぐらいですね。粉の部分が出来上がってる。いい塩梅まで調整します。来てる来てる。これは紛れもなく麺でしょう。しずめもすっかり冬毛になりまして、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今年も終わりということで、猫じゃらしでラーメンを作りたいと思います。わお、不審者が出んのか。俺も結構夜撮影してるんでね、怖いっすね。まあ不審者なんてこの辺いっぱいいるからな。気にしないのが一番です。こちらね、猫じゃらしです。なんで猫じゃらしでラーメン作ろうかと思ったかっていうと、自分が好きな漫画にドクターストーンっていう漫画があるんですけど、その中でねやってるんですよ。猫じゃらしは麦の仲間だからすりつぶしてラーメン作るぜっつって成功させてるんですよ、見事。だから俺もねやったのけど無理だった。でなんで無理かというとね、猫じゃらしって穂の中にいくつも粒がついてるんですね。でこの粒を一つ一つ取り出して粉にしてラーメンにするんですけど、ちぎりたい。あ、取れた。一粒のサイズがこれです。これですよ。めっちゃちっちゃくないっすか。だから俺前ね作る時にゴミ袋3袋分ぐらい猫じゃらし取ってって、こんだけあればいけんだろうって言って家帰ってね粒を取り出しました。そしたらねペットボトルキャップ5杯分ぐらいしか取れなくて、しかもさらにそっからね中身の詰まってないやつを除去したらもう極小でした。そしてその時点でもう無理だなって気がしてたんですけど、食ってみると分かるんですよ。さらに芝生風味のごまみたいな味がしますね。ラーメンにした時青臭いことが確定してるんですよね。ちょっとごまみたいで穀物感あるので、種類を変えればいけるかなと思って猫じゃらしのどうしようかなーって迷ってたんですけど、最近ねいいもの見つけちゃって。ここ俺の畑です。見てください、このでっけえ猫じゃらし。ずっと探してたんですよね。正式名称は力芝っていう雑草です。普通の猫じゃらしこれですよね。よいしょ。左が普通の猫じゃらしの粒で、右が力芝の粒です。こんだけでかいと麺にした時の効率が桁違いです。しかも無限に生えてる。誰も取らねえから。小学校の時かくれんぼしてて気づいたんですけど、こいつね指で脱穀できんのよ。これのいいとこはまだあって、かじってみると泡みたいな味がします。10日間ぐらい絶食したら美味しい味です。少なくとも穀物であることには疑いようがありません。採用。これくらいかなって思った量の5倍はいるので、とにかく取りまくります。力芝は力芝と書いて根っこが非常に強いことが特徴の雑草みたいですね。ああ、これは確かに力芝。でも草ごときに負けるわけにはいかねえからな、人間様が。抜けた。やば。雑草にしてはめちゃくちゃずぶといえぐい根っこしてますね。これは抜けねえわ。俺の勝ちだからな。取りまくるにもいくつか注意点があって、目に入るやつ全部むしっていけばいいわけじゃないんですよ。例えばこれとかね、一見良さそうに見えるんですけど、こうやってカサカサカサってするとほら、なんか黒い粉つくでしょ。これね、黒母病って言って、イネ科の植物によく見られる病気なんですよ。この黒母病になってしまうと、中身がね、なくなっちゃって、黒い粉が詰まってるだけです。黒ずんでるやつは取りません。感染していない実の詰まったやつだけを採取していきます。3つ同時収穫。イエーイ。普通の猫じゃらしこうやって指ですくっても取れないから、マジでこれラーメン向きの雑草だわ。もうだんだんゴミ袋が重くなってきました。うわ、すげえ量ある。もう手が埋まるもん。もっこもこ。これで今麺3本分ぐらいですね。やばい、なんかめっちゃホットスポット見つけた。看板の裏、ここめっちゃ生えてる。しかも超ふさふさ。2本同時収穫。足やばくない？猫じゃらしに愛されすぎてるでしょ。ノーラの視聴者さんがいたんで手伝ってもらってます。ポケットにパンパンに猫じゃらしをね詰めてね。あの後ですね、俺途中でちょっと帰んなきゃいけなくて、なんとかいる間にこれだけの量を収穫することができたんですけど、全然これじゃ足りませんということで、やべえ帰んなきゃいけねえっていう話をしてたら、じゃあ集めときますよって言って、一緒にね、取ってくれてた大学生の男の子がね、取って送ってくれました。一人でね、河原で取っててくれたみたいです、あの後。箱で届いたんですけど、今受け取って開けたらね、手紙が入ってる。ありがとうマジで。もさぴさんへ楽しいひとときをありがとうございました。感謝の印に約 0.7 キロのラーメンの材料をお送りいたします。重っ。待って、この子やばいな。どんだけ取ったの？俺が取った量の2倍ぐらい取ってるぞ、これ。業者だろ。量を測ろう。どれだけ猫じゃらしを取ったのか。俺が一緒に取ったやつを入れます。487。彼が取ってくれたやつ入れます。1118g、1キロぐらいですね。さて、この量の猫じゃらしから一体何グラムの粉が取れるのか、というかまず粉になるのか、それをね今から実験していきたいと思います。まず袋から出すか。うわ、毛玉。猫が吐き出す毛玉みてえだけど、これが種です。
まずはこの状態にしていきます。すべてを。何はともあれそれがスタートです。テリリリッテリー。精米機です。アイリス大山。こいつマジで優秀なんですよ。猫じゃらし専用に開発されたんじゃないかってぐらいぴったりなんですよ。蓋を開けます。で、中に金属の特殊な形状の網が入ってるんですよ。本当はこれお米用だけど、猫じゃらしもまあ米みたいなもんだしなと思ってぶち込んでみたらね、マジ完璧だったの。ちょっと見てほしいからみんなに。入れます。とりあえず。蓋をします。スイッチをオン。高速回転してます。徐々に精米されてる。やばないこれ。ちゃんと取れてるんですよ、これ。もう猫じゃらし専用で出そうぜ、これ。アイリス大山。次はですね、こちらにガサッと出しまして、殻はね、まだ中身が入ってるやつもあるんで、何回か取り除いてかけて取り除いてかけての繰り返しです。でも1個ずつ超えて、まだ入ってる、まだ入ってないって選別していくとめちゃくちゃ時間がかかるので、息をね、で吹きかけると飛ぶんですけど、この息に飛ばされてこっち側に集まったやつはね、もう中身が入ってません。こっちに飛んできたやつは捨てる。やべ、酸欠になりそう。ドライヤー使うか。うわ、めっちゃ楽。やばい。なんて楽なんだ。だいたいこのボール1杯の猫じゃらしから、このトレイ薄く1杯分ぐらいの種が取れます。想像したより収率がいい。これはいけるのでは？猫じゃらしビジネス。土手の猫じゃらしをひたすら引っこ抜いて、米と偽って売る。やばいです。こんなにたくさん取れました。これもう、勝ったろこれ。絶対いけるだろこれ。最後の仕上げとして若干殻が残ってるんで、これをさらに精米機にかけて吹き飛ばしていきます。いいこと思いついた。これ回しながらドライヤーかければいいんだこれ。うわ、めっちゃ効率いい。革命だ。終わったー。終わってないんだよな。まだ最初のステップなんだけど、全てを達成した気分です。味はどうだろう。ちょっと食ってみっか。鳥の餌だな。うちのオカメインコにあげてる餌の種の味がする。小麦よりかはお米に近いですね。見た目。よーく見るとわかるんですけど、若干黄色いのいますよね。これは薄皮が剥けた状態で、言うなれば黒い方が玄米、黄色いのが白米みたいな感じなんですよ。で、麺にするには白米にする必要があるので、この後精米していきます。米じゃねえけど、精猫じゃらししていきます。さっきまでこいつを使ってたのはね、正しい使い方ではなかった。本来は玄米を精米するための機械なんで、こっちが本業なんですよ、こいつは。スイッチオン。よし。うわ、めっちゃ黄色い。これ黄色いのはぬかの部分が取れた証拠ですね。うわ、これ下溜まってんのぬかだ、これ。ここにあるのは精米されたやつなので、これで量を測ってみるか。どんぐらい取れたのか。いきますよ。534g。半分か。あれ意外と取れるな。すごいじゃん。もう食用だ、これ。これを日本の特産品にしましょう。猫じゃらし。こちら、石臼です。ついに石臼を使える日がやってきました。日本昔話を見てからずーっと憧れてたこの石臼にやっと巡り会えた。ここと上の部分に溝がついていて、この溝の部分でね、粉に引かれるわけですね。猫じゃらしを置きまして、この穴に入れます。反時計回りに回します。いきますよ。はい、引けません。0.1 ミリまでいけるって書いてあったのに。嘘だったんか？どうなってんの今の状況は。意外とちゃんとしてるんだ。見てくれ。ちゃんと粉の部分が出来上がってる。ちゃんと粉になってんじゃん。ここに紙を挟んで、粉をね、一旦かき出します。ふるいにかけます。よいしょ。これが本物の猫じゃらし粉。どこにも売ってねえ俺だけの粉。できてるじゃねえか。あとは今の工程を無限に繰り返します。ふるいに残ったやつをここに入れます。さっきよりも粉がいっぱい取れた。オッケー。とりあえず粉が完成しました。これが猫じゃらし 100% の粉です。正真正銘猫じゃらししか入ってません。本当はね、もっともっと細かいふるいにかけていくと、より小麦粉の質感に近くなりますけど、うちは業者じゃないのでね、そこそこで妥協します。塩を 3g、重曹。小麦粉の場合は、重曹を入れることによってね、重曹の塩基性でグルタミンに働きかけて、麺にコシが出る化学反応が起きるんですけど、この猫じゃらしにどれだけ通用するかっていうところですね。水を 100g。だから106までだな。これを混ぜてぶち込む。
うちの犬のうんこの匂いがするぞ。いや、でも、穀物の匂いっぽくもあるな。茹でたら匂いって変わりますからね。なんとかここまで来ました。もう完全に粘土。ただ、ちょっとね、こうやってやると、割れちゃうんですよね。割れちゃうってことは、水が少ないのかな。手を濡らして、これでこねるとか。いい塩梅まで調整します。良くなったかもしれない。ほら、曲がっても大丈夫になった。このまま冷蔵庫で寝かします。ここからはもうね、楽しい工作のお時間です。片栗粉をね、打ち粉としてくっつかないようにこう表面にまとわせて、伸ばす。お、伸びる。よいしょ。逐一こうやって塗っていかないとすぐくっつくんで、これで一旦折りたたんでみよう。おっと、これちぎれたらやり直しだからな。よいしょ。オッケー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 。打ち粉。ちょっとちぎれた。まあいけるだろう。一回成形して、太麺にしよう、太麺に。おっと、意外と良いのでは？来てる来てる。見てくれ、この世紀の瞬間を。どうだ？くっついてね。ダメだこれ。やり直し。来たかもしれない。悲しい。悲しい。もうあれするしかないか。よし、わかった。では、こっから一枚一枚、丁寧に包丁で切っていきます。よいしょ。急がば回れってこのことだ。これを量産していきます。麺が完成しました。めちゃくちゃきつかった。粉にするまでよりきつかったかもしれないってぐらいきつかった。では、いよいよラーメン作りへ入りたいと思います。ラーメンの要はね、スープなんですけど、普通に鶏ガラから取ってもつまんないんで、あの生き物を使いたいと思います。ウータムさんとね、この延べ竿でウシガエル取りに来ました。みんな見て。あそこね、よく見るとね、カエルいるわ。ほら、ちっちゃいけど。こうやってね、喋るとね、逃がすことができるんですよね。これがカエルをうまく逃がすコツです。鎮座してる。いけるか。よし。よし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 。押す。よっしゃ。来た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 。まあまあ、ちっちゃくはないか。牛ちゃん。はい、こちらです。ウシガエル。今日はこのウシガエルからスープを取ろうと思います。ウシガエルはマジでめちゃくちゃいい出汁が出る。っていうかもうほぼ鶏ガラしかもタダだし。ちょっとこのウシガエルは何をやっても YouTube にね、広告を剥がされるということで、裁くシーンは割愛させていただきます。広告を剥がされないグロさまで裁きました。ウシガエル裁けたんですけど、現時点だと、はい、池の香りがするので、いつものように料理酒にぶち込みます。ちょっと軽く漬け込んで、この足の部分は出汁というよりかは肉を食べるんで、足は切り落とします。足と上半身。じゃあこの足は一回置いといて、こちら、ガスバーナーで炙ります。カエルってそのままだと結構ね、生臭いんですけど、煮込む前にガスバーナーで表面を少し焦げつかせるとだいぶ匂いが変わります。表面のぬめりが臭いんで、それを熱で破壊してしまおうということですね。はい。ラーメンチャンネルで見る画角になりました。こちらにですね、ウシガエルを入れます。寸胴です。こっからまたちょっとだけ炒めます。ここに水を入れます。欲しいスープの量のね、2倍ぐらい入れます。これたっぷり煮込んで、最後の方にね、煮詰めて濃縮しますから、水は多くても大丈夫です。これでとにかく煮込みます。浮いてきたアクはね、ちょこちょこ取んないと後でめっちゃ獣臭くなるんで、この泡みたいなアクは取ります。2日目に突入しました。このウシガエルの骨のどこから出汁が出るかっていうと、骨髄なんですよ。骨髄を煮出してるんで、結構長いこと煮込まないと出汁取りきれないんですよね。水が減ってきたら足します。若干の獣臭さを感じてきたので、この辺でネギの青い部分を入れます。臭み消しの効果がありますんで、そろそろいいだろう。よいしょ。こんな感じです。なんかよくわかんねえけどいい感じの色が出てます。固形物を取り除きます。カエルの肉とネギね。うわ、めっちゃ鶏肉くせえ。ぼんじりみてえな匂いがする。こちらのザルに排水口ネットですね。これを貼りまして、ここにスープを流し込んでいきます。紛れもねえ鶏ガラだこれ。取れた。これが本日のスープです。あくまでもベースで醤油とか加えて鶏ガラ醤油にしていきます。鍋に注ぎます。ラーメン1杯分にまで濃縮していきます。スープが濃縮されました。そしたらですね、味付け。醤油をちょっとと、
お、いきなりラーメンの香りになった。あとこちらにですね、ごま油。これをちょっと足す。香り付け程度に。ちょっと味見してみます。うまっ。あ、うめえ。街の汚ねえ中華屋さん行くとさ、チャーハンだけ頼むとチャーハンスープっていうちっちゃいスープついてくるじゃん。それの味がする。ラーメンにはね、チャーシューというものが必要不可欠でして、今回はね、ウシガエルの肉があるので、これをチャーシューに加工します。ウシガエルをインうまくなれよ。鶏チャーシューと作り方一緒です。鶏肉なんでこれ。いや、焼き鳥くせー。表面が焼けたら、こちらにお水、醤油、そして砂糖ですね。適当に入れましょう。みりん少々、料理酒少々。あとはこれを煮込みます。バカみてえな時間煮込んだんで、見てくださいこれ。完璧な鶏チャーシューができました。ということで、外へやってきました。外にはね、たくさんの具が生えています。これは油中の前取った浜大根みたいなそういう系のやつですね。多分ちょっと微妙に違うけど。こいつもね、大根みたいな感じで美味しいんですけど、あ、いいじゃん、お前。こいついいっすね。鬼のげしですね。のげしは海外だと野菜扱いだから、本当に美味しいと思う。この辺の茎から折る。この鬼のげし、持って帰ります。とりあえずね、葉っぱをもぎ取っていきます。俺はお前の茎が食いたい。こいつ前も言ったんですけどね、レタスの仲間なんですよ。だからね、マジで野菜です。よく家系ラーメンにね、ほうれん草乗ってるじゃないですか。ああいう感じで、まあ、視覚的な緑、映えです、映え。けどちゃんと美味しいやつを選んだつもりです。こちら根っこに近かった方の茎は捨てちゃってください。途中から柔らかくなってるので、そっから今日使います。まあ、適当に葉っぱも刻みまして、このぐらいですかね。油入れます。イン。味付けはこちら。でん。マキシマム。味付けマキシマムだけです。適当に炒めて、これは皿に盛っておきます。ではいよいよ最重要工程とも思われる麺を茹でていきます。こちらですね、猫じゃらし麺。麺になってくれ。待って、麺になってる。みんな見てくれ。このしなやかさ、プルプルさ。これは紛れもなく麺でしょう。勝ちが確定しました。ここで固まらなかったらこの動画はボツだったけど、いける。うわー、麺だ。これは麺だ。まずはこちらにね、麺を入れます。猫じゃらし麺を入れたら、次、ウシガエルスープを入れていきます。ウシガエルチャーシューをぶっ刺す。市販の素晴らしいメンマです。今、木の棒からメンマ作ってるんですけど、発酵中でまだ間に合わなかったので、普通のメンマです。すいません。のげしを入れます。刻んだネギを真ん中に、イン。完成しました。猫じゃらしラーメンです。果たして味はどんな味なのか。いただきます。いただきます。そばだわ、これ。でもうめえ。噛むとですね、ほろっと崩れてしまうんですけど、もちもちして、麺類の香りがね、鼻を抜けます。スープを飲むために口を近づけたら、こののげしがめちゃくちゃ香ってた。のげしいただきます。うまっ。のげしうんまっ。大根の葉っぱに匹敵するレベルでうめえ。これは野菜だな。スーパーで売りましょう。うめえ。こちらのね、ウシガエルチャーシューいただいてみたいと思います。いただきます。うまい。鶏チャーシューっていうか、豚のチャーシューの味するんだけど。やばい、うめえこれ。超柔らかくて、骨からスルッと簡単に外れました。豚バラチャーシューだった。うん。うまかった。完飲してしまいました。麺に関しては、正直市販の方がうまい。けど、その辺に入ってる猫じゃらしからできたとは思えぬほど麺でした。深夜に食べたら十分満足できるレベルの仕上がりでした。ということで、本日も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。この動画がいいと思ったらね、チャンネル登録と高評価お願いいたします。良ければまた見てください。ごちそうさまでした。